前服がオフになってたので、これからチェス実況を始めていきます。よろしくお願いします。これ15プラス15の持ち時間で、クラシカルに分類されるらしいですが、この方は最近アカウント作ったのかな。クラシカルばっかやってんのか、この人。AH3。そうですね。どうしましょう。G6 か E6 で迷ってるんですけど、まあちょっとめんどくさい予感がするので E6 にします。G6 ってやるとキングズインディアンの H3 つくバリエーションになって、ちょっとそれはあんまり勉強できてなくて苦手意識があるので、ちょっと今日は安全に指したいと思います。E4 つきたいってことだと思うんですけど、これは D5 でこの E4 を押さえておきます。で、今これタブレットで指してるんですけど、最初パソコンでやってみたんですけど、音割れがちょっと激しくてやめるっていうか、iPad でやることになりました。で、矢印が書けないのが本当にうざいですね。どうしようかな、この後。C5 とかでいいかな。 C5、 B6 もあるし、C6 でセミスラブ、昨日キャンディデートで光中村が指してたみたいに指すのもありだと思うんですけど、ただこういう QGD っぽいやつは、クイーンズ・ギャンビットっぽいやつはあんまり指したことがないので全然わかんないですね。C5 ついたらどうなんだろう。 E3 とかかな。まあついちゃっていい気もしますが、どうでしょう。ついちゃおうかな。どうしようかな。ついちゃおうかな。はい。今普通に D4 のポンがアタックされてるので、相手は何かしらそれに反応しないといけないと思うんですけど、次はナイト C6 とかでさらに攻撃を加えて、こっちが相手が取ってきたらビショップテイク C5 とかを狙ってます。無言の時間が続いてしまって申し訳ないです。ちょっと親と
かが帰ってきそうだったんで部屋に移動しました。ちょっと Wi-Fi が弱いんでテザリングしようと思います。よし。相手なかなか刺さないですね。これ動画にしたらめっちゃ長い時間の動画になっちゃうな。どうしよう。相手まだ考えてますね。あ、E3 だけどどうしよう。 C4 とかテンションがちょっとそれだとねなくなっちゃうんであれなんですけど、普通に C テイク D4 もあると思うんですけど、取ってあんまり良くないか。今考えてるのはナイト C6 かナイト D7 ですね。ナイト D7 だとポン取られた時にナイトで取り返せるんでF8 のビショップが動かしやすくなるんですよね。それで行ってみようかな。行ってみます。はい。相手ピンしてきてもビショップ B5 でピンしてきてもあんまり効果が薄いんで、ほー、なんか面白いですね。相手がセミスラブ指してるみたいで、ただ相手のポン講座もちょっと変な気もするんで、咎められたら咎めていきたいんですけど、まずはビショップ展開かな。ビショップ D6 指してみたいと思います。がいいかな。はい。でクイーン C7 とかでE5 の準備とかもできるんで、キャスリングしたりとか。でも相手が G4 とかちょっと無理攻めしてくるかもしれないんで、ちょっとそれが怖いですね。相手も展開してるんですけど、キャスリングですかね。相手は、クイーンサイドキャスリングとかちょっと難しそうなんで、となるとこっちの方がいい、なんというかいいビショップっていうか D6 のビショップと E2 のビショップを比べるとよりアクティブなダイアゴナルに設置できてると思うんで、この後はそうですね C4 で固めちゃうのもありかもしれないですね。 C4 B5 とかでクイーンサイドでアタックしていくとかあると思いますが、どうなんだろう。これは C4 B5 A5 で B4 までいけたらクイーンサイドのプレーが強そうなんですけど、どうなんでしょう。ナイト E4 とかもあるんですけど、テイクでそれもいいか。でも F5 ってなった時にちょっとダブルポーンが気になりますけど、普通に B6 でフィアンケットするのも強そうですね。
B6 いいな。B6 にしよっかな。B6 か A6 で、まあね、A6 は便利なムーブだと思うんでやってもいいんですけど、そうですね。まあクイーンサイドでプレイしてもいいかもしれないですね。クイーンサイドでやっていこうかな今回は。でこの後 B5 とか A5 さしていこうと思います。ルック B8 とか入れてもいいし、ただ今 B5 やると相手から A4 が来てちょっとうざいんですけど、でもその後も普通に B4 ってやってできるんでやってみますかね。いきます。気持ちいい。ただこれで相手のビショップがD3 とかにいたら、その B1H7 ダイアゴナルの利きを生かしてなんかポーンプッシュの E4 とかがやりやすいんですけど、今はその C4 ってポンを動かしついたんで、そのダイアゴナルに白のビショップがいけなくて、E4 がやりにくいかなって思います。なので、ちょっとテンションを、ね、解放しちゃうっていうかベターってしちゃうんですけど、クイーンサイドでアタックするプランを選びました。次は何もなければA5 かナイト B6 狙ってます。ただナイト B6 ってやると相手からナイト E5 って来てちょっとどかしにくくなっちゃうので、先にクイーン C7 を入れてもいいかもしれないです。あとはルック B8 をやってから A5 B4 のプランとかがあります。相手は結構序盤で H3 とか A3 とかついてたせいで、中央のねスペースがなかなか取れてないというか、ちょっと不利な状況になっていると思います。でここで A4 が来た時に、A6 とかついちゃうと、A テイク B5 A テイク B5 って取り返しちゃうと、ルックテイク A8 とルックが落ちてしまうのでそれはできないです。なので A4 ときたら、B5 としようと思ってます。で将来的にねB3 とかついて白の A4 ポーンが弱点になりそうだなって思います。ナイト B6 とかビショップ D7 ってすれば2回アタックできるんで、あとクイーン A5 もあるし、ちょうどいい時間ですね。この15プラス15って結構話してると時間が溶けてっちゃうんで、
ただなかなか窮屈な盤面なので少し戦いにくいというかプランが見つけにくいですね。でこっちの方がクイーンサイドでスペースアドバンテージがあるのでまあ駒の交換はできるだけ避けた方がいいっていうのがセオリーになってます。スペースが少ないと、駒のマネーバー駒の移動がしにくいので、それで相手を窮屈な局面のままにさせるっていうのが一つの戦略です。で相手はクイーン C2 ってやってきたんですけど、まあ E5 狙ってるのかなって思いますけど、 E5 はちょっとうざいですね。E5 はうざいんですけど、どうやって防ぐか。ビショップ B7 とかでとりあえず守ってる風を装うのもありだと思います。それに行きますか。本当はね A5 とかしたかったんですけど、ちょっと E5 でこっちから取らざるを得ないかなって思って、その後 E5 まで来られるとフォークがかかっちゃったりするんで、まあそんなにいいムーブじゃないかもしれないんですけど、ビショップ B7 でまあ E5 じゃあ E4 ついてくるなよって言ってます。どうしてもつきたいんだったらルック E1 ビショップ F1 とかしてくると思うんですけど、あ、来ましたね。これは B5 かな。 B5 じゃあ B5 じゃない B4 だと思います。 B4 へいで、まあできたら取ってきた。できたら B3 も行きたかったんですけど、これで、相手はちょっと苦しくなってきたのかな。はあ、ちょっとそれはよくわかんないですね。何を狙ってるんだろう。ナイト C3 とかかな。でもそれあんまり、だってナイト今 E4 に行けちゃうし、ナイト C3 に来たからってそんなに A6 でB5 に来たとしても追い返せるし、特に今タクティクスもなさそうなんで、って言ってバリバリタクティクスがあったらあれだけど、ナイト E4 だよな普通に考えて。でナイト C3 来んのかな。そしたらナイト DF6 ってやるか F5 ほービショップ交換。相手にとってのバッドビショップなんで、こっちにとってクロマスビショップはグッドビショップなんであれなんですけど、テイクうまいですね相手。ここで A5 とかするのも手なんですけど、ただ相手のビショップはだいぶ悪いと思うので、ここは D6 に戻ろうと思います。でね、キングサイドもだいぶ相手の駒がいないんで、できたら
なんかアタックしたいんですけど、 F5、F4 とか狙えたらいいんですけど、でさっきナイトで相手のビショップ取っちゃうと、相手がB1 のナイトで取り返して、展開を助けてしまうっていうのがあって、こっちはスペースが広いのでできるだけ駒交換を避けたいです。ここはどうしましょうかね。おそらく相手のやりたいことは、ここで F5 とすると F5 自体は強いんですけど、ナイト B5 って入ってきて、こっちのビショップを狙ってくると思うんですよ。で、ビショップ B8 と下がったらどうなるか。下がったらどうなるか。それでもいいかな。こっちのビショップペア手に入れちゃうのも全然ありなんですけど、F5 やってみたいんでやってみます。でナイト B5 ってきたらもう B8 に下がって、その後 A6 ってしてまたナイトを追い返したいと思います。でこれで相手が E4 のナイトを取ってくれたら F テイク E4 で、こっちの攻撃がだいぶそのキングサイドでのアタックがだいぶ厳しいかなって思います。ただこの F5 の弱点としては E6 のポーンがバックワードポーンって言って何も守られてないポーンになっちゃうので、ポーンによって守られてないポーンになっちゃうので、それは長期的なポーン構造の弱点になっちゃうと思います。で今時間が相手の方がちょっと2分ぐらい多いので早めに指していきたいと思います。ここでクイーン C7 とか次行っちゃうとナイト B5 のフォークがうざいので、一旦 A6 と入れられたら入れておきたいです。ダッチディフェンスでよくあるんですけど、ルック F6 から、ルック G6 とかルック H6 ってやってクイーンとかもキングサイドに持ってってもう相手のチェックメイトを狙うよっていう、そういうプランもあります。いや本当は矢印で説明できたらよかったんですけど、申し訳ないです。ちょっとパソコンがもうオンボロすぎて、で局面が開けてくると、ビショップの働きが良くなるので、そうですね、局面が開きそうだなって思ったら、ビショップ取っちゃってもいいかもしれないです。でさっき言って前でここでナイト DF6 って言ってナイトでナイトを守るのもちょっと考えてたんですけど、そうすると相手刺したかな。ナイト B5 ってきたんでビショップは B8 に下がろうかなって思います。 B8、 はい、このね B5 のナイトと B8 のナイトって2マス離れてる位置関係にあるんですけど、これは結構いい位置関係にあって、ナイトがいけるマスをたくさんこのビショップが支配しているので、次 A6 ってやった時に、こっちの黒の陣地になかなか白のナイトが入ってこれないんですよ。と言っていたらなんかやばいムーブが来たけど、どうしよう、どうしましょう。ルック F6 刺しちゃう、刺しちゃってもいいな。全然
しちゃおうかな。刺しちゃう？全然刺しちゃっていいと思う。よし。で多分相手ナイト、D6 とか入ってきたいと思うんですけど、こっちのナイト E4 のナイトと B8 のビショップで2回守れてるんで、相手は入ってこれないです。こうやってね、スペースアドバンテージがあるといったところで、なるほど、こっちのナイトをどかしてやりたいと。なるほど。多分相手、いや F3 はさすがにナイト G3 があるんであれなんですけど、小賢しいですね。ここで多分 GM とかだったら F4 とかついてゴリゴリいっちゃうのかな。でも僕はちょっと A6 で普通に追い返したいです。ダメかな。先にナイト取られて潜り込まれるかな。相手うまいですね、これは。うまいがどうする。どうしましょうか。ナイト D6 に入られるとそんなうざいか。ここで、いやどうだろう、ここで E5 とかでルックの横利きで守るとか全然ありですね。めっちゃ良さそう。で E5 かな。 E5、なかなかこっちのキングも危ないんですけど、なんとか耐えるんじゃないかなって思います。で E4 のナイトを今取ってもらえると結構ありがたいかもしれないです。 F テイク E4 ってして、これで強いんで、さらに E5 のポンも取ってもらえると結構ありがたいです。で今E4、E5 って指したことでルックの利きがD6 にも通ってるので、今度はピンしてきた。どうしよう。これは取っちゃう？取っちゃって何かあるか。もう取るとな相手の解放しちゃうから。A6 かな。 A6 で聞いて
今D4 のポンを取っちゃうとナイトテイク D4 もあって、それだと結構アウトポストになって、この D4 にナイトが行かれると結構相手のナイトが強くなっちゃうかなって思ったので、ナイトを追い返してみました。でその後に E テイク D4 をやって相手にポンで取り返させようと思います。取ってきたが、これはどうしよう。ナイトで取る方が絶対いいよな。これはさすがにナイトで取ってD3 とかに行きたいですね。相手も D4 のナイトを受けてるけど意外とうざいのかな。どうなんでしょう。でもこれビショップ取っちゃうとか、ビショップ取っちゃうか。ビショップ取っちゃって、でルック G6 とか、クイーン C7 でチェックメイト狙うのもあり。なかなかに難しい。ビショップ下げるか。ビショップ下げて、で G4 のポンを守ってテイクこれでクイーン C7 とか強いんじゃないかな。ちょっと時間が足りなくなってきたので、ちょっとスピードを上げていきたいと思います。相手の B4 のビショップが意外とうざいですね。先よけ。ただそれはどうなんだろう。テイク。ほう。だがそれは取れるけど、
チェックメイト。チェックメイトって気づかなかったわ。はい、ありがとうございました。いや勝ててよかった。めでたしめでたし。じゃあ棋譜解析していきたいと思いますって言ってすぐにコンピューターつける人。いや相手強かったですね。じゃあちょっとよまよいの棋士さん風に振り返りしていきたいと思います。でここでね G6 ってやるとそんな悪くないか。このキングズインディアンね、こういう感じになると思うんですけど、この H3 この H3 が入ってるバリエーションが僕は結構苦手意識があってどっかで学ぼうとは思ってるんですけど、ちょっと今回は避けました。でQGD 風にやろうと思ったんですけど、なんか相手がどうしてもE4 を指したいよっていうことだったんで D5 とやってこの E4 ここのスクエアを守ってます。で相手がもう A3 とやって評価値も見てもらうと分かる通りセンターで戦ってないんで、もうなんていうか先手の有利を放棄している手です。で C5 って指したんですけど、ここは別にいいですね。で相手はポーンで受けてきて、でここですでに C4 とやるのもあったんですけど、ナイトこっちはあんま良くないんだ。これで中央センターに圧力をかけていくのが良かったみたいです。これナイト D7 ってやったのはナイト C6 ってやった後相手が取らないでナイト F3 とかやってきてビショップこういう風にやったらこっちで取られたらもう一回ビショップ動かさなきゃいけないんで、それはちょっと嫌かなって思ったんですけど、ビショップは動かさないでここで C4 ってやっちゃうのがいいみたいですね。はい。で C3 と、セミフサーブ風にやってきて、はい。最善のビショップ D6。ビショップ E7 もあるんですけど、ビショップ E7 は相手からのビショップ G5 とかのピンが怖い時にやることが多いんですけど、ここでは普通に利きが結構広い斜めの直線上に置くのがいいと思ってそこに配置しました。でここでポーン取ってきたらナイトで取るつもりでした。はい。でキャスリングしてで相手から G4 とか来ても相手はどっちにもキャスリングできてないんでこうナイト入ったりとかして全然戦えると思います。相手は自分が C4 と指したんですけど、ここでは監視だったみたいで、ここではさらにここつけちゃうんで相手の展開が遅れてるんでセンターをもう開放して戦いに行ってよかったみたいです。キャスリングしてB5 でここで A4 ってくるかなって思ったんですけど、クイーン C2 と相手がE4 とポンをつく準備をしてきたのでビショップ B7 と受けました。ただここですでに A5 とついてしまってもいいみたいで、ここで E4 ってきたらポーンテイクナイトテイクナイトテイククイーンテイクでこれあんの？でこれでルック取ったらこれでトラップになってるのか。いやすごいですね。これは見えなかったです。で、相手が A4 ってしてきたんで何も考えずに B4 ってやっちゃったんですけど、普通に A6 ってやって取ってこの形も全然良かったみたいですね。で C テイク B4、これで、B ポーンと C ポーンが交換できてこっちのセンターポーンが割と強いかなと思います。で
こ A5 なんだ。ちょっと難しいですね。ナイトがD2 にいたナイトがどいたので、こっちはナイト E4 って入っても取られる心配がないので入ってみたんですけど、それよりもA5 とかクイーンこっちとかクイーン B6 とか、いやこういうのは全然まだまだ見えないですね。でビショップ D2 とやってきたんですけど、ここでもう A4 じゃあ A5 あったみたいですね。やっぱりここ取るとこのポンがつながってて、このポンチェーンが結構強力だっていうことだと思います。で、F5 指して、ストーンウォールっぽく、ストーンウォールじゃないけど、ダッチ系ですね、指してみました。で相手がこう来て B8 で、さらにビショップも来てルック、F7 もあったんですけど F6 と上がって、で相手からのこの B3 でポンチェーンを崩すっていう構想はずっとあったみたいですね。そうすると C ファイルが使えてルック C1 とかして、こっちの、クイーンサイドの展開が遅れてるんでルックの連結とかができてないんで、そこで攻められたのかなって思います。でナイト D2、 これ E5 ダメだったんだ。これは本当に直感の手ではないんですけど、見つけた時はこれ良さそうだなって思ったんですけど、やっぱり取ってからのナイト、D4 が結構相手強力だったので白に触れてますね。でここでは A6 と早めにナイトを追い返すべきだったみたいなんですけど、僕が気にしてたのは先にこっちのナイトを取られてルックに当たってるので、この B5 のナイトは取れなくて先にこっちを取るしかなくて、でそっからここにナイトが入られるかなって思ったんですけど、なんでこれとかめっちゃきつい、なんか絶対常人には見えないムーブだと思うんですけど、例えばこれでダブルアタックだからナイト逃げる、ナイト逃げてもビショップ落ちちゃうんで、このビショップテイクして、でビショップテイクしてナイト戻って、これでポンアップだったんだ。いやこれはちょっといくら時間あっても見えなかった説は高いです。ここ B3 とかどうなんだろう。これでチェックメイト狙ってここ受けさせてから、何これやば、マジで言ってる。いやこれはちょっと信じられないです。だってねこうしたらどうなる。ルック F8 チェックがあるのか。確かにこれはきついですね。なるほど、面白い。で、相手もなんかブランダー返しということでブランダー返してきて、相手ここで取って、確かにここで取ったら何する予定だったんだろう。そうナイトテイクする予定だったんですけど、この時に F4 があるのか。 F4 ちょっとお腹鳴ってるで F4 されるとナイト戻ってテイクビショップ、いやこれは見えんよ。D5 のポンがバックワードポンなんで結構弱いよっていうことですね。ここ取るとかあんだ。ルックこういう風に来たりとかで結構厳しそうですね。ピンになってるんでこのクイーンが。で F テイク、ここで追い返したのは正しくて、これ追い返さないとここで取っちゃうと普通に何の代償もなく相手にいいナイトを居せられてしまうんで、ここは A6 と追い返すふりをしておきながら、相手に取らせて
で自分のナイトがいい位置に行ってから相手に、D4 の D4 に戻らせて、でこの後取ったんですけど、これは監修だったみたいですね。ちょっとこれは時間もなかったのもあるんですけど、なかなかクイーン C7 とか見えなかったですね。相手がキルい手を指すと、これで取ってチェックメイトスレッドかかってるんで、こうせざるを得なくてピースアップっていうことですね。はい。でここでA5 も考えたんだけど、ビショップ A3 であんま変わんないかなって思ったんですけど、この後クイーン C7 っていうのがあるらしいです。まあこの後は普通にビショップ C8 と下がってポン攻撃して、そうこの G5 も見てたんですけど、ここでは見てなかったか。まあこれは普通に G6 ってやって、そっか、これで取ってもナイトで G5 のポン守れるよっていうことか。全然白戦えてますね。で、チェックメイトを狙っていっていて、でこれも監視だったみたいですね。ここで相手はポーンサックだけど、これで代償はあるみたいです。確かにこれはきついかも。で取っちゃったけど、相手これブランダーしてる。キング F2 は早逃げだったんですけど、ここですでにチェック。いや僕ここで考えてたのはテイクでこのピン生かしたビショップテイクだったんですけど、ここですでにこう言ってまあ確かに強いけど守ったら、いやーなんかこれえげつないですね。これでこれではあ、いやこれはちょっと全然見えなかったです。確かに強い。G3 はブランダーでさらにでクイーンテイク G3 でこれチェックメイトって気づいてなかったんですけど、チェックメイトとなりました。ご視聴いただきありがとうございました。